土井メイカで年齢が19歳で学生です。黒が大好きなので、もうオールブラックでこのでっかいシャツをメインにしたかったので、ボトムスをめちゃめちゃシンプルでパンツで合わせようかなと思ったんですけど、スカートを入れてちょっと変化球変わった感じで合わせました。上がムデギャルソンシャツで、スカートがセリーヌで、パンツもギャルソンです。靴はエルメスです。シルエットが一番大切にしてる部分です。なんかおしゃれなアイテム使ってたり、すごいブランド使ってたとしても、シルエットがって感じなだけですごい一気にダサくというか見えちゃうんで、シルエット大切にするだけですごいおしゃれに雰囲気も出るかなって思うので、シルエットは大切にしてます。好きなブランドはコムデ・ギャルソンとヨウジヤマモトで、好きな系統はモード系が好きです。中学校の頃に初めて東京下北沢に行って、それですごいおしゃれな人たちを見て、ファッションってすごいなって思ってからすごい興味が湧き始めました。よく行くのは古着屋さんで、リュードとあとハスキーっていう自分が働いてる店なんですけど、そこはよく買います。リュードはドメスティックブランドが多いイメージで、私が好きな系統がめちゃくちゃ集まってて、知り合いもいるので、なんかおすすめを教えてくれるからすごい安心して買えるので通ってて、ハスキーは自分が働いてるお店なんですけど、ザ・アメカジみたいなお店で、自分があんまり触れてこない部分ではあるんですけど、その US の古着も結構面白くて、自分にも結構ハマったりするアイテムは全然あるので、そうですね、好きですね。古着屋と飲食の掛け持ちをしてて、古着屋はハスキーという下北沢の古着屋さんで働いてます。下北沢のファーイーストレザーっていう、もともと自分がカバンをオーダーしてたお店で、たまたま入って、ヘビが結構好きなので、このヘビ革の財布をパッて見えて、で結構ちっちゃめの財布を探してたので、ちょうどいいなと思って買いました。ジョー・マローンのシーダ・フォーディルっていう匂いを使ってます。バニラがベースで、なんか夏にも使える甘い匂いをちょうど探してて、たまたまいろいろ回ってて嗅がせていただいて、すごいめちゃくちゃいいってなって買いました。基本的にもう毎日つける香水なんですけど、もう出かける時は絶対つけますね。だいたい1万5,000円前後費やしてます。今狙ってるのはサンダルで、もうほんと存在感のないような、当たり障りのないサンダルを探してます。ヨウジ山本です。今はほんと黒にすごいハマってるので、ヨウジがやっぱ好きかなっていう、いろいろアーカイブとか見ててもヨウジはかっこいいなって思えるブランドなので、ヨウジです。気にしてることは、ファッションで言うなら、なんか周りに左右されない服で、その自分に自信が持てるファッションをすることです。尊敬してる人は父親です。仕事から帰ってもどんなに疲れててもすごい寛大な心で子育てをしてくれるというか、そういう人に将来なりたいなって思えるからです。ずっと大学生になってから金髪で、それが代名詞みたいな感じで、古着屋さんでも大学でも覚えていただける感じなので、ずっと金髪を貫いてるっていう感じです。ダブっていうところでいろんな店舗があるんですけど、私は表参道のダブに通ってます。趣味は古着屋を巡ることと一人カラオケ行くことです。漫画でおやすみぷんぷんにハマってます。好きな映画はミス・ミソーっていう映画が好きです。映像が綺麗というか、結構グロテスクな映画なんですけど、白赤でなんか結構色を大切にしてるような映画で、見ててグロテスクだけど美しいなって感じちゃうような映画なので、すごい心に残ってます。
曲はシガレッツ・アフター・セックスっていうアーティストの Keep on Loving You っていう曲がおすすめの一曲で、好きなアーティストはサチモスが好きです。ファッションバイヤーになりたくって文化学園大学に入学しました。目標は具体的な将来の夢っていうのがちょっと今いろいろ考え中みたいになってるんですけど、とにかくいろんな人と関わって視野を広げたいなっていう、いろんな視点から物事を見れるようになりたいっていうのが目標です。良かった点はもう通学するだけで刺激がもらえてすごい楽しいなっていう日々思うことで、辛いことは特にないんですけど、なんかこれはどの大学でも共通なんですけど、1個遅れちゃうともうついていけなくなることです。ファッション社会学科が結構作ることメインよりかはバイヤーとか販売員とかの方の立ち位置が多くて、でさらになんか大学の方を選ぶと自分で履修ができるので、その作る系の授業を選べたりだとか、作る側の視点にも立てるので、ファッション社会学科でその裏方というか販売とかを学びながらも作ることを学びたいなっていうので、もまさにこの学科が一番合ってるかなっていうので選びました。ちょっとかぶっちゃうんですけど、やっぱその基本的にビジネスとか経済メインだけど、その作る系も履修できて、作る側の立場ってあんま経験できないので、それはもうなんか文化ならではで、実際作ってこういうとこが大変だなとか、こういう法制があるなとか学べるのはすごいいいかなって思います。大体私はその作る授業も取ってるので1万前後で、教科書代とか合わせるともっとするんですけど、1万前後です。休日は周りの人と結構過ごすか、一人でカラオケ行ったりとか古着屋回ったりっていう感じです。一番は文化に入学したことと、あと古着屋に入社したことが一番影響を受けてるというか、なんか視野が本当広がったなっていう感じはします。まず服飾の方と全然関わることもなかったので、なんか服に関してもモードだったり、古着屋だったらその US のアメカジとか自分があんまり着ないから触れない部分まで教えてもらえるというか、特に古着屋の店員さんたちはめちゃくちゃ知識量もすごいし、人生経験もすごくて、いろいろ踏まえて教えていただけるので日々成長できるし面白いなって思います。卒業後は最初バイヤーになりたいっていう夢だったんですけど、今はその古着屋のアルバイトとかを通して接客業がやっぱ一番好きだなって思ってて、そこからそのブランドに行くか古着に行くかっていうので今迷ってるっていう感じなんですけど、結局は自信の持てる職業に就けたらいいなって思ってます。文化はめちゃくちゃ個性的な人が多くて、一見みんな怖いんですけど、もう本当にギャップというか、みんな優しくて楽しい日々が絶対待ってるんで、もう服好きにはたまらない場所だと思うんで、ぜひ楽しんでください。追加です。インスタぜひフォローしてください。